という展覧会が始まるんですよね。はい、明日から一般公開を行います。おめでとうございます。ありがとうございます。まさかロンドンで漆を見る日が来るとはって思ったんですけれども、ちょっと日本人の私でもなかなか漆って食器とかのイメージが強くて、ロンドンで漆の展覧会ってなぜって思ったんですけど。漆は日本人の皆さんはもちろんご存知だとは思いますし、例えばお椀ですとか食器を使ったことがあるっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、高いやつね、レンジでチンしたためな、はい、使うとしたら、はい、っていうのも皆さんご存知だと思うんですけれども、今回の展覧会っていうのは漆を素材にしたアート表現にフォーカスをした展覧会になっておりまして、もちろん例えば茶器って呼ばれるような実用を兼ねている作品もあるんですけれども、基本的にもその個人作家さん、漆を専門とするアーティストの皆さんの芸術表現を紹介するというのが趣旨の展覧会になっております。だから漆ナウなんですね。そうですね。今のこの私たちが生きる同時代の漆の表現をご紹介するっていうのがテーマになっています。そもそも漆って何なんですかね。その漆の概念。私たちなんとなく漆漆器とかそういうふうに言いますけど、漆ってなんだっけって思いまして。そうですよね。何なんですかね。はい。漆っていうのは木の樹液なんですね。もともと。樹液の名前が漆。漆の木っていう東アジアに生育している木のから取れる樹液なんですけれども、人間に例えると血液みたいなもので、要はその木の幹に傷をつけると樹液がこうにじみ出てくるんですね。でそれはその傷の部分を木自体がこう守るような形で人間の血液のように出てくるのが漆の樹液なんですけれども、その樹液を生成してそのままではやはり例えば木のくずだったりいろんなこう不純物があるので、それをきちんと生成する作業っていうのがまずあるんですけれども、それを終えるとそれをこう塗り重ねることですごくその頑丈な表面にもなりますし、またそれを磨き上げていくことでとても美しい艶のある、皆さんがそのお椀とかでもご存知の漆器になるのが独特な朱色といいますか、特徴的なんですけれども、なので木ではあるんですけれどもすごくその液体の存在っていうのが非常に重要な。なるほど。はい。じゃあ食器のことではないんですよね。そうですね。漆っていうのはもともとはその木の樹液っていうのが素材そのもので、実は日本においては縄文時代から使われているっていう歴史があります。じゃあ少なくとも7000年前から使用があったっていうのはもう実際に発掘されたものから確認が取れてまして、もしかするともっと遡るかもしれないっていうようなことも言われてるんですけど、もうロンドンで展覧会やっちゃいますと、漆にフォーカスして、早速中に行ってもいいですか。このロンドンのここの博物館でその漆展をやるにあたって、結構スムーズにいったというか、みんながやろう、どういう経緯でこの展覧会始まったんですか。もともとは私自身が私は日本美術のコレクションを担当するキュレーターの一人なんですけれども、定期的に日本に出張に出る中ですごくその漆のやっぱり個展をやってる作家さんが増えてるなっていう印象が日本国内でありまして、まずそれがその最初関心を持った発端ではあったんですけど、この展覧会を館内で企画するにあたって、やっぱりその漆っていうものがアジアならではの素材で、ヨーロッパにはその漆の木っていうのが生えていないんですね。そもそも取れないんですね。はいなんですね。ただ漆っていうのはその東と西の交流史の中でもう本当に16世紀からずっとその西洋のヨーロッパの方たちもすごく魅了してきた素材で、たくさんその輸出漆器って呼ばれるような調度品がヨーロッパから来た宣教師ですとかオランダの商人が発注したものっていうのが今もヨーロッパにたくさん日本で作られてヨーロッパに輸出された漆器っていうのがたくさん残ってるんですね。ただやっぱりその現代の表現っていうのはなかなかやっぱり見る機会がなくて、で私としてはすごく日本に帰るたびにものすごくいろんなことが起こってるのに、見る機会がないなっていうのが
あったんですけど、はい、でそれをまあプロポーザル出したところ割とすんなりというかすごくやっぱり日本の工芸だったり、工芸だけじゃないんですけれどものづくりに対するすごくやっぱり世界の関心っていうのはすごく熱いものがありまして、ここの博物館何でもコレクションされてるじゃないですか。そうですね。何点あるんでしたっけ？日本のコレクションだけで4万8,000点以上を抱えてるんですけれども、で、漆も結構コレクションあるんですよね。そうですね。2,500点以上すごい収蔵しております。まさかロンドンにそんな漆があるとはっていう。そうなんです。はい。私初めてこの博物館来たんですけど、4階あるんです。はい、全部で4階ですよね。で、1階にその日本のコレクションの展示室がある。はい。1階に割と地域ごとのギャラリーが今私たちが歩いてるエリアはまとまってまして、はい、例えば中国のギャラリーだったりイスラム圏の芸術のギャラリーだったり、まあ、常設展示室があるんですけれども、その中の一つがこの日本ギャラリーで、その日本ギャラリーは1986年にイギリスにおいては初めて日本の美術とデザインを常設展示するギャラリーとして東芝さんの企業の東芝さんがスポンサーについてくださって、現在も東芝さんにスポンサーをいただいてるんですけど、東芝ギャラリー・オブ・ジャパニーズ・アートっていう名前で40年間親しまれてまして、で実は今年がその40周年記念なので、その記念事業もありまして、今回この漆の展を、開催いたします。なるほど。早速その漆ナウが行われている日本ギャラリーにやってきたんですけど、ちょっと目に飛び込んだのがこれ漆なんですか？はい、これは漆の彫刻作品。この唇とかもあって、私の知ってる漆じゃないって思いました。びっくりされますよね。はい、こんな大きいのこれ本当にって思いました。そうなんです。これも漆の作品なんです。一部なんですね。はい、でもなんかすごい大きいものまであって、で、順路的に言うとここじゃないんですよね。そうですね。初めがあちらなんですよね。すごい。なんか常識が覆る予感がしています。ここが一応冒頭部分ということに、なっております。漆ナウ。今回合計60点を展示してるんですけれども、今ご覧いただいたすごく大きい作品だったり唇の形の作品も含めて今現役でご活躍されてる作家さんの数でいうと41名の今回作家さんにご参加をいただいてます。はい、こちらから始まると。人間国宝の方の作品もあるんですよね。はい、そうなんです。で、今この冒頭のご覧いただいている部分は、漆の世界では吸湿っていう名前で知られる技法で、漆塗りですね。表面装飾の中でも蒔絵のような装飾をしていく前に、塗りっていう作業があるんですけれども、で塗りもその一口に塗りといっても、やっぱり磨きの加減で今この作品4点実は全てこれは人間国宝に認定された4名の先生方の作品を展示しているんですけれども、もちろん例えば同じ赤でもいろんな色合いがあるっていうのをご覧いただけると思うんですけれども、それだけではなくて磨きの度合いっていうのをコントロールすることですごくマットな質感にすることもできれば、鏡のようにこうやった艶があるような表現もできるっていうような、すごく実は塗りっていう基本的な技術のように見えてすごく奥の深い世界でして、今この冒頭部分では、海外でその全く漆に馴染みのない方にもまずはその漆っていうのが樹液で塗り重ねて磨いていくことでこういう表現ができる。でそれがまた日本においては1974年に日本国政府がその吸湿、塗りの技法っていうものを無形文化財として認定してるんです。でそういった意味でもその基本的でありながら非常に
そのアート的な表現においても実は塗りっていうのはすごく奥が深い世界だっていうのをこちらの冒頭でご紹介しています。漆ってその樹液っていうことは分かったんですけど、作り方、これ形とかってどうやって作っていってるんですか？結局漆っていうのはまあ先ほどお話しした通り樹液、液体なので、はい、基本的にこう形を作るためには他の素材をベースにしてそこにこう漆の液体を重ねていくことで表現をしていくんですけれども、漆の世界で乾漆って呼ばれる乾くに漆っていうふうに書きまして、はい、基本的には麻布を何層にも漆で塗り固めることですごく軽量な、はい、麻布なので自由な形を作ることができる技法なんですね。で、こういったその形を作るために型で、それは土であったり木であったり、近代においては石膏であったり、現代は実は発泡スチロールなんかも使うんですけれども、そういったさまざまな素材で本当に彫刻していくように、まずはその作家の方が思い描く形を作って、そこにその麻布を貼り重ねて、でそれをただ漆で貼り固めていくんですね。で型は抜いてしまうことができるので、その麻布と漆だけで作られた非常に軽量でかつ非常に堅牢な丈夫な形っていうのを作ることができるんです。これどのぐらい硬いんですかね？なんか割れそうなぐらい薄いものもあったりするじゃないですか。そうですね。その割る人はいないと思うんですけど、ただ硬そうですよね。皆さんが思う以上にやっぱり漆って本当にその耐久性がある素材で、そういった意味では本当に想像以上の、強度がある。はい、そうですね。次はこれカラーっていう、セクションですね。はい。で、次のセクションはですね、色漆っていうふうに呼ばれる世界なんですけれども、漆っていうとやっぱり皆さん例えば食器であったり、今までご覧になったことのある作品っていうのはおそらく黒と赤が圧倒的に多いんじゃないかなと思うんですけれども、実は黒赤以外にも現代ではほぼ何色でもできるっていう状況がこれとかすごい可愛いですよ。そうなんです。ピンクとブルーみたいな。これは京都にいらっしゃる上杉学水さんっていう方の作品で、実はサーカスのテントみたいなところから着想を得られていて、このストライプの本当に美しい表現なんですけれども、実はこれは中国から伝わってきた彫るに漆って書いて彫漆っていう技法なんですけれども、最も時間のかかる漆の中でも最も時間のかかる技法の一つで、この作品を作るために136層のさまざまな色の漆を重ねて、それを彫って彫刻してこの作品になってるっていう。中にはその生地みたいなものがあって、ベースは木なんですけど、その表面に136回塗ったってことですよね。そうです、そうです。で漆って1層約 0.03 ミリくらいなんです。だからそれだけ塗ってもそんなに厚くはならないんですね。なんで近代以前はそんなに色のバリエーションがなかったかっていうところなんですけど、漆の樹液って実は出てきた時っていうのはちょっとこうベージュ色というか、白にちょっとベージュがかってる色なのが空気に触れることで茶褐色に変色するんですね。で結局採取された樹液っていうのはそういったちょっと茶色い色トーンなので、なかなか鮮やかな発色っていうのが自然の顔料ではできなかったっていうところが。くすんじゃうんですね、色が。そうなんです。なので黒だったり赤っていうのはその自然の顔料を使用しても鮮やかな発色、はっきりとした発色ができたっていう意味でも一般的だったっていうところがあると思うんですけれども、20世紀に入りましてやっぱり
漆の新しい表現っていうのを求める動きの中で、実は色漆っていうのは非常に重要なポジションを占めていた表現の一つでして、でその中には作家の方がもちろん実験的なアプローチをしたっていう側面もありながら、顔料の開発っていうのも非常にやっぱり重要な部分を占めてまして、その液体が結局こういうふうに固まる作用なんですけど、それは化学反応のようなもので。高い湿度と高い温度があることで、その環境設定をすることで液体が固体になるっていう世界なんですね。冷やすとかじゃないんですね。じゃないんです。冷やして乾燥すると普通固まりそうですよね。なので一般的に考える蒸発して乾燥するっていうようなことではなくて。そうか、焼くわけでもないですよね。そうなんです、そうなんです。なので漆の作家さんっていうのはお風呂の風呂って書いて漆室っていうんですけれども、湿度だったり温度をコントロールすることのできるお部屋だったり装置を皆さんお持ちで、そこに作品を入れることで硬化させていく作業っていうのをコントロールするのも作家さんの、技量の一つなんです。そしたら例えばこれ3番の作品一つ完成させるのにめちゃくちゃ時間かかるってこと、136回塗ってるから136回その風呂漆風呂に入れなきゃいけないってことですよね。そうですそうです。その漆風呂って1回何時間とかじゃないのですかね。それもまたすごく複雑な世界で、結局例えば季節だったり、お住まいの地域だったりによってもやっぱり温湿度って違うので、冬の制作と夏の制作、梅雨の時期の日本の制作と全部やっぱり違うんですね、速度が。ただ一般的には少なくとも半日1日程度を要するので、そんなに例えば1時間2時間で硬化する世界ではないです。たくさんの作家さんがおっしゃるんですけど、素材とも向き合うし自分ともすごく向き合う制作の時間で、例えば一晩でバーって作業して完成とかっていうことは絶対にない。できないですもんね。そうないですね。はい。私とか途中でこれやっぱり違ったとかなっちゃいそうです。やり直しってやりたくなっちゃいそうですけどね。難しいですね。で次のセクションがナチュラルテクスチャーと書いてます。はい。さっきもお話しした通り、漆って結局ベースに木材であったりだとか、竹であったりだとか。革であったりだとか、本当に実質的にはほぼ何でも塗れるっていう世界なんですけど、そういった意味でやっぱり漆のアーティストの方たちっていうのは漆を扱う技術っていうのはもちろんなんですけれども、そのベースになる素材をやっぱりご自身の表現に取り込んでいくっていうのもアーティストの技術の一つなんですね。で皆さんやっぱりそれぞれご専門とされてる素材がありまして、こちらの先生は池田巌先生っていう、茶器を中心に作られたりしていた先生なんですけれども、こうしたこれはもう彫刻的な竹をすぐに割ったような形の作品ですけれども、これ本物の竹が入ってるんですか？本物の竹です。これは本物だから竹を先生がこういうふうに切った彫刻として手がけたものに漆を塗られて、で先生はやっぱり漆を表現の中心の部分に据えてらっしゃるので、竹をこういうふうに割って造形にするっていうのも先生の表現の一つでありながら、やっぱりそこに漆を塗って金の部分は蒔絵なんですけれども、蒔絵を施すことで、アート表現として成立されていて、で先生の場合はその竹のやっぱり生命力、竹って1日に1メートルも伸びるぐらいの生命力があるんですけれども、で漆もやっぱり木の樹液なので、すごくどちらも生命力あふれる素材っていうのを組み合わせてやってらっしゃる先生ですね。こちらはこちらは金沢に拠点にしていらっしゃる藤野誠一郎さんっていう作家さんなんですけれども、今展示している作品のこの独特のちょっとギザギザしたような放射線状の表現っていうのは、これは細かい木材を並べて、それを漆で塗り固めてこういう造形にしてらっしゃるんですね。サメの歯みたいだなと思いました。そうなんです。で、その自然物の木材と、漆でそれを塗り固めている一方で、
絶対に自然界にはない形というか、新しい表現を生み出していらっしゃるんですけれども、この作品自体は広島の平和記念公園にイサム・ノグチが作る予定だった、記念碑のデザインにインスピレーションを受けられて「ブラック・レインボー」っていうタイトルをこれはつけていらっしゃるんですけれども、虹っていうすごくその希望だったり平和の象徴を描きながら、このすごく漆の黒い艶ですね、艶上げをしているような表現を木の質感と組み合わせることでアートとして、表現されている作品です。なのでこのお二人の作品を見ても分かる通り、非常にそのやっぱり素材のベースになる素材の扱い方っていうのがとても重要な表現の一部になっている作品をこのセクションでは紹介してまして、もう一人ご紹介したいのが、この4番の本間健二さんっていう作家さんは茨城の奥久慈と呼ばれる地域で、日本国内ではその漆の樹液の生産では全国第2位のエリアなんですけど、茨城県が茨城ってそうなんです。第1位は岩手県なんですけど、ね、第2位が茨城県でして、あれじゃないですか茨城。そうなんです。実はみたいな。そうね、漆の世界ではその第2位。そこで本間さんはご自身で漆の木も管理されていて、樹液もご自身で取られていて、でこの実は作品はその漆の木をから樹液を取ってそのサイクルが終わると最終的に伐採するんですけれども、その伐採された漆の木でこの作品を作ってるんです。私も本間さんのその茨城に伺って見せていただいたことあるんですけど、その伐採したもうその場でご自身で作られた道具でその場でもうその木をこう成形して基本的な形。そんな お魚みたいな釣ってすぐ木も伐採してすぐなんですね。そうなんです。その本間さんがおっしゃられてたのはやっぱり木も人間と同じで、例えば風が強いとか、その木がやっぱり生きてきた時間の流れっていうのがこういった表面に出てくるので、それをご自身の作品の表現として取り入れられてらっしゃる作家さんになります。はい、次のセクション来ました。ちょっとここは遊んでるのかなってなんか遊び心がエイリアンだったり、お人形、これ漆ですか？すべて漆の作品になります。こちらはちなみにどういった作品ですか？ですね、こちらの作品は東京を拠点にされてる黒沢リーナさんっていう女性の作家による作品なんですけれども、球体関節人形って皆さんもお聞きになったことあるかもしれないんですけれども、こうした関節が要は動くんですよね。でこういった球体関節人形って市販で買うこともできるんですけど、黒沢さんの場合はもうこのお人形の形も全部一から作ってらっしゃるんですね。なんで漆でこれを作ろうって思ったんですかね。黒沢さんが私もインタビューさせていただいたことがあるんですけど、おっしゃられていたのは、それこそ和知さんの今の反応じゃないですけど、やっぱりこう驚いてほしいというか、漆のやっぱり新しい表現をされたいっていうのはすごくあったっておっしゃってたんです。なのでそれをどうやって世界に発信するのかって考えたら、やっぱりこうちょっと予期しないものというか、皆さんがあんまりこれ漆でやるのっていうようなものをやりたいっていうのはあったっておっしゃってたんですけれども、で一方でそのお人形の形をやってらっしゃるのは、漆って結局その塗りを重ねていくっていうことを言いましたけど、一層一層重ねていくのがこう生命を吹き込んでいくような、そういうなんかこう感じもして、人形作りに実は漆塗りっていうのは合ってるんじゃないかっていうこともおっしゃられてました。少しコンセプトについてお話しすると、実は黒沢さんがやっぱりその今世界で紛争があったりっていうようなニュースを見る中で、亡くなった方がいたりっていうようなことに心を痛められて、でその魂がいなくなってしまったなんていうんですか、残された空っぽになった肉体みたいなのを表現するっていうので、これは卵殻っていう技法でうずらの卵を
細かく割って貼り付けて漆の表面にそれを磨き上げてこの白の表現っていうのをしてるんです。うずらの卵。はい。なんかここまで漆の作品を見ていて少しですけど、なんか生き物と関わる漆みたいなものが若干見えてきますね。やっぱり自然素材で、それもそのね、人間で言えば血液みたいなものをやっぱりいただいて作品にするので、すごくやっぱりその生き物の生きたものをもらって何を作るかっていう、責任感じゃないですけど、でもすごくやっぱりそれを意識されてる方っていうのはいるんじゃないかなとは思います。なんか独特だなと思いました。私の感想ですけど、なんか絵の具とかの顔料だとあまりそこまで感じないのかなっていう。そうですよね。鮮明力はそうですよね。